今日はこれね、アジのお刺身作っていきたいと思います。で、用意するものはアジと生姜ね、これね、色悪く見えるんですけど、国産の生姜って色悪いんですよね。これ高知県産と、すだちと、あとこれね、わかめ。そしてアジさばいていきます。で、今回は姿作り、なんかよく骨が持ってあるお刺身あるでしょ、あれにしようかと思うんで、ちょっとそれ用にさばいていこうかと思います。まずアジがね、基本鱗が取れちゃってる場合多いんですけど、鮮度いいと結構鱗残ってるんで、こうやって鱗取ってあげます。で、ここにね、このゼーゴ、これゼーゴって言うんですよ。ゼーゴをこう包丁で最初に取ってあげると。別にね、これ正直ね、取らなくても皮むけるんですけど、なんかまな板にこの破片とかが残ったりして結構洗うのが面倒なんで、最初に取っちゃった方がいいのかななんて気がしますね。で、こう剥いていくんですけど、剥く時にここがね、なるべく皮がここちょっと剥げちゃうのはしょうがないんですけど、なるべく剥げないようにして剥いてあげた方が仕上がりは綺麗ですね。で、これゼーゴずっとここまでつながってるんで、ここまで剥いてあげますと。はい、こんな感じです。裏側も同じようにやっていきます。で、アジはだいたいね、全国どこでも取れるんですけど、鹿児島と淡路、この辺はいい値段しますね。物もいいんですけど、これね、理由があって、釣りアジなんですよ。釣りアジっていうのは網で取ったんではなくて、もう針で釣ってるアジなんですよね。で、これなんで釣りアジ高いかっていうと、アジってね、回遊するアジとこう背に根付くアジがいて、背に根付くアジの方が脂が乗るんですよ。なんで背に根付く、岩場に住むから網じゃ取れないっていうので釣りで取ってるんですよね。なんで釣ってるアジの方が高いですね。あと網で取らない分、魚同士がぶつからなくて傷がつきにくいっていう理由もあったりして、物がいいですね、釣りアジの方が。で、頭からこう包丁入れて、このへそを押さえて、そうするとこう内臓が出てくるんで、これ白子が入ってますね。で、この内臓を水で洗いますと。はい、で、内臓はもうささっと洗ってって感じですね。これ白子入ってるんですけど、取ってあげて、で、ここに血合いがあるんですよ。この膜の下にこの血合いをきれいに洗ってあげる。歯ブラシなんか使ってもいいんですけど、足ぐらいになら手でね、ささっと洗っちゃえるんじゃないかなと。で、洗ったら最後ここにエラが残ってるんで、エラこうやって指で簡単に外れるんで、エラ取ってあげて、でここも軽く洗ってあげると。そうするときれいに、なるんで、はい、こんな感じです。はい、で、アジ洗ったら水気拭き取ってあげて、ここから3枚におろしていきます。普通に腹からおろして、で背に入れてって感じですね。こんな感じで腹に入れて、今度背に入れて、
でね、あんまり力入れすぎない方が魚って綺麗におろせますね。で、普通ここで身切り離しちゃうんですけど、これ頭が残ってるんで、ここで切り離しちゃうと反対側をおろしづらいんで、頭付きだこの身を外さないで反対側の身今度おろしていきますね。姿作りにする場合は大体そうやることが多いですかね。この頭で段差ができる分おろしづらくなっちゃうんで。こんな感じですね。で、真ん中まで包丁入ったら最後身を切り離してあげると。こんな感じですね。はい。もこんな感じでよく見るアジの姿作りの骨が残ると思うんで、最初にね、最後でもいいんですけど、骨はね、ここに串1本入れてあげる。こういう形にする人もいるんですけど、僕はね、こっち入れて、でここから一回こうひねって、で頭に刺してあげる。そうするとこういう形にちょっと動きがあっていいかななんて思ってたりしますんで、とりあえずこれはこれで取っておきますね。で今度身なんですけど、身は普通に腹骨かいてあげて、で骨を抜いてあげると。こんな感じで腹骨をかいて、でここの膜、これ残す人いるんですけど、こっち骨ないんでね、僕はねここもねしっかりかいてあげた方がいいんじゃないかななんて思ったりしますね。はい、こんな感じです。で骨を抜いてあげると。骨抜くときはこう頭側に引っ張ってってあげれば簡単に抜けるんで、こんな感じですね。で骨残ってないか確認してあげて、もう片方の身も骨抜いていくと。でね、骨抜くときはね、こう骨持ったらここをね両サイド押さえてあげた方が身が割れにくいんで、こうやって抜いてあげてください。残ってないか確認したら、アジの身、あと皮引いてお刺身にするだけっていう状態ですね。はい、そしたらアジのお刺身作っていきます。で器用意して、さっき作ったアジの頭盛り付けてあげて、でここから盛り付けていきましょうと。でわかめかなんかね敷いてあげて、でこの骨のね内臓の入ったところに持ってあげると収まりがいいんで持ってあげてください。はい、であと大葉かなんかねこう添えてあげて、でここにお刺身持っていきましょうよと。ね、アジの皮はここ持って包丁でこうビッてやると簡単に剥けるんで、でこうきっかけ作ったら包丁のねこれ背中側をまな板に押し付けるようにして引いてあげると、こうやって簡単に剥けるんで、こんな感じですね。
反対側もこうやってきっかけ作って、で剥いていくと。でね、刺身で切るときはこの頭のこの向きに合わせて切ってあげるんです。で基本尻尾から切ってあげる。でまあ尻尾の一番端はね筋が多いんで切り捨てちゃって構わないんで、こっからこの角度に合わせてこう切っていく感じですね。こうやって切って、でまあこれ別に入れなくてもいいですけど、包丁入れてこんな感じで盛り付けてあげると。はい、こんな感じですね。でまあこんな感じで、まあ最初にいくつに切るかをねなんとなく決めておくと、頭のところで半端が出にくい。なんか頭のとこだけ大きくなったりちっちゃくなったりどうしてもするんで、最初に4切れぐらいに切ろうとか決めてあげた方がいいですよね。まあ盛り付けはまあ特にはコツとかはないんで、もう気分で持ってあげてください。なるべく綺麗な方が喜ばれるかなって感じではありますけど。はい、で、お刺身盛れたら、最後ね薬味ね、アジとかね光り物は生姜が結構臭みを消してくれるんで生姜がいいのかなと思うんですけど、皮むいて、これ僕は包丁で剥いちゃいますけど、スプーンで剥いた方がこの薄く剥けるんでロスは少ないかもしれない。で生姜が結構硬いんで、こう包丁でやるとき気をつけた方がいいですね。最後土とかついてるんで軽く洗ってあげて、でここから切っていきますと。はい、で軽く洗ってあげて、今回はね針生姜じゃないんですけど、このまますりおろしてもいいんですけど、針生姜の方が香りも食感もあっていいのかなと思うんで、今回はねこう薄く剥いて、で細く切って添えようかなと思います。こんなもんかな。で薄く切って、でこうやって、はい、で最後にすだちね、すだちも添えてあげて、結構ねあんまりイメージないと思うんですけど、青魚と柑橘って合うんですよね。っていうか青魚の臭みを消してくれるで、すだちとかレモンとかでもいいと思うんですよね。みかんはちょっと甘いんであれですけど、すだちかレモンか添えてあげると食べやすいんじゃないかななんて思ったりしますね。はい、これでアジの姿作り完成です。